4回ここかな。どうぞ。はい。練乳かけただけやったら流れていってしまうからちょっととろみつけて。繋がらなかった。
これラム酒ラム酒とシロップを混ぜたやつをアンビベしてるんですけども、いやいやのうん、あ、カッパも出せてないわ。前輪と後輪パンクしてた。両方で田んぼにダイブしてる。
じなのということで死んでましたね。静かにせず長いですね。長い。なんか撮影してうん、そう、すごい。ほな、一個。はい。
ワッフルシュガーって言ってちょっと大きめのこのザラメみたいな感じなんですけど、バナナ燃やしてたやつ、あとはもう温度さえ間違わへんだらいけるんかな思うんですけどね。ああ、なるほど。だからメレンゲさえしっかり立てといたら。
も台湾は結構裏でラズベリーのジャムが、ジャム。はい、塗ってあります。うん。奈良県産のね、小麦粉を使ってるんです。あ、そうなんですね。
僕は2代目になるっていう風な形なんで、父と母が始めた大きく分けたら四季ごとにケーキをゴロッと変えたり定期的に変更させてもらったりとかしてます。一生懸命毎朝作らせてもらってますんで、楽しみでお買い上げいただきたいなと思います。そんなとこですかね。ありがとうございます。どこから来た？大阪です。あらあら、そら。電車あったか？ありました、全然。これは何ですか？ラーメン。デコポンの果汁を使ったそうです。もちろん 1グラムそれで今もし仮に僕が確認
まだほぐしとは
大きい割にはずしんとこないやうんうんろ。で甘さもそんなないでしょ。それが特徴。違いが分かる牛乳。ちょっと飲んでみる。いただきます、はい。年中放牧の牛乳です。全然違うんですけどだから使ってる。牛乳って思えないです。もうこれが本当の牛乳。この人に出会って言うたらいろんなこだわりを。臭くないやろ。飲めない人も飲めるらしい。飲めない人です。配合飼料を餌にしてるからね。だから食材はみんなそんなんで。ただ単に高いいうだけだね。
山栗の蜂蜜です。大阪自体あっさりした蜂蜜を使ってて、でこのコクのある山栗の蜂蜜を使うと味が変化してまた2倍楽しめる。コーティングするときにバターだったり植物油を使うところが多いんですけど、うちはもともと伝統的な蜂の巣からできてる蜜蝋を使って作業しています。グリオットチェリーとラズベリーのジュレが入ってます。ピスタチオペーストも2種類入ってます。産地はどちら使われてるんですか？イタリア産とあとイラン産ですね。フランボワーズのケーキなので赤い実をイメージした形になってます。
シュークリームとはいホワイトクローバーの蜂の巣はどういったハーモニーになりますか？ホワイトクローバー自体が乳製品と相性がいいので、カスタードと生クリームに相性のいい蜂蜜でホワイトクローバーにしてます。蜂の巣のカルダなんて贅沢ですよね。そうですね、他のお店ではなかなかできないことだと思います。プリン自体のベースの方は、ブルガリア産アカシアの蜂蜜使ってまして、上のこのソースの方がキャラメルと珍しいキャロブの蜂蜜というものを使ってます。
い仕事してるイメージあります。そうなんですか。自分にストイックなんですかね。そうかもしれないです。なんか休みの日も私のことやっているイメージあります。優しいですか、普段は。普段はすごいキリストもあり、なんかちゃんと優しくも接してくれる方です。だそうです。一ノ瀬さんって普段どんな方なんですか。ここだけの話。ここだけの話。もうすごい細かいところまで視野が広くて見ていてくださってすごいシェフだなって思います。あとうさちゃん飼ってるのが可愛いです。飼ってるんですか。噂によるとなんかストイックっていう風に伺ってたんで、本当にストイックなイメージだったので、うさぎ飼ってるって聞いた時にお茶目ポイントって思ってびっくりしました。そうです。うさぎ飼ってます。色合いとフォルムが芋っぽかったんでいい名前ですね。そこからポテトに入れました。昨日やりますか。これ作っちゃって。この蜂蜜は何ですか。でクリスマスブッシュになります。とても濃厚な蜂蜜でキャラメルのような味わいでして、バニラだったりシナモン、ショコラなどと相性が良い蜂蜜となっております。僕の一番好きな蜂蜜です。カロリーとかも砂糖と比べて 80% ぐらいなので罪悪感のなく食べれるケーキになってます。カスタードはしっかり沸騰させて炊いた濃厚なクリームで、アングレーズの方は大体80度ぐらいまで上げて、沸騰させずに滑らかなクリーム状のソースのことです。カカオ 100% で使っているのですごい香り高いですね。そうですね。香りも味もすごい強いチョコになってます。このチョコはクリスマスブッシュの蜂蜜とすごい相性がいいので合わせてます。粗いところと細かいところある混ざるように。ブレンダーをかけて乳化をしっかりしたものにしてます。温度を調整しているのでその温度になるまで混ぜてますので、一気に冷やしすぎると固まってきちゃうので
ちょっとずつ下げていきます。キャラメルゼしたバナナを入れたキャラメルムースです。なんか少しシナモンの香りしますか？そうです。ほんのちょっと入れてます。少し大人っぽい味付けなんですかね。そうですね。今年はどちらかというと大人向きではあります。オートミールに蜂蜜をあえて焼き上げて、であとカシューナッツと合わせたチョコのクランチです。ザクザク系ですね。そうですね。
普通のショートケーキはこのぐらいなんですけど、さらにもう一回塗ってます。お店をオープンするにあたって一番苦労したことって何ですか？サブレを作るのが苦労しました。やっぱり砂糖は固形なのでサクサク感が出るんですけど、蜂蜜で作るとどうしても水分が入ってるのでしっとりしたクッキーになっちゃうので、そこら辺を配合で調整するのがすごい苦労しました。
花粉症の前に食べると花粉が軽減するとかっていう話もあります。プリンに泡が入らないようにするコツってありますか？この上に浮いてくる泡は本当に全て取るっていうのと、あとやっぱ細かな気泡がないと滑らかに固まらないので、もう粗い部分だけ取るっていうのがコツです。イタリア産の栗です。最高級ですね。そうですね。蜂蜜とかバター、バニラベースとかも入ってます。これは名前がスケップモンブランにしてまして、スケップっていうのが西洋の蜂の巣なので、その形をイメージしてます。山栗の蜂蜜です。
ミエラティの名前の由来お伺いしてもよろしいですか？ミエラティはフランス語で蜂蜜を意味するミエル、そして洋菓子職人を意味するパティシエ、こちらを合わせてミエラティとなっております。意味合いといたしましては、蜂蜜菓子職人を意味するような店名となっております。新商品とか考えるにあたって工夫されてるポイントってありますか？普通の一般的なお菓子と比べてやっぱり蜂蜜のみで使っているっていうところが特徴的なケーキですので、蜂蜜のそれぞれの味わいが個性が出やすいように素材の組み合わせだったり配合だったりを作るようにしております。製造メンバーが私含めて5人、販売メンバーの方が2名で運営しております。少人数ではやっているので、一人一人の実力が試されるところではあるなと思っております。今後皆さんでお店どのようにしていきたいとかってありますか？まだ知られてない方もいらっしゃるので、もっとより多くの人に召し上がっていただいて、でやっぱり砂糖不使用でやっているっていうところは本当に世界的にも初めてで、本当に唯一無二のブランドとなっておりますので、そこをしっかり伝えていきたいなと思っております。ありがとうございました。こちらはブラウンシュガーとグラニュー糖ですね。ではヨーグルトです。1回目とは混ぜ方違うんですね。あ、そうなんです。1回目が卵がどうしても分離してしまうので、それをつなげるために粉を入れてます。2回目はもう普通につながった生地に粉を加える。何回も作って一番美味しい生地みたいな。試行錯誤で何度も作られたんですか？作りました。なんか家でもやりましたし、居酒屋の方、仕込みの時間もらって作ったりとか。今月までは私一人でメニューを考えていたのでこのメニュー出てるんですけど、来月のメニューからスタッフ2人も参加してもらうので、また違った色も出てくるんじゃないかな。
紫芋ペーストに甘みをつけたものですね。カラメリゼナッツ。リンゴ来てた。来ました。よかった。可愛いです。ラディッシュあれでしたね。ちびっこで可愛いですね。思ってたよりちびっこ。普段仕込みとかしながらどういう話されるんですか？普段はくだらない話してますね。普通になんか友達と喋る感覚で喋ってるよね。そうです。こういうの作りたいとかってあるんですか？結構意外な組み合わせが多いので、なんか意外だけどすごいしっくりくるみたいなのが今まで多くて、それがすごいなと思ってたので、なんかそういう組み合わせを自分でも考えつくかなという不安はあるんですけど、結構いろいろチャレンジして作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。紫のモンブランと秋野菜グリーンキーマカレー。キーマカレー。はい。こんにちは。こんにちは。
里芋のです。きんぴら、はい。八角を使ってるので、大人な大学芋に。はい、お待たせしました。いつもありがとうございます。インスタで千駄木ランチで調べたら出てきたので素敵だなと思って。よかったらどうぞ。ありがとうございます。お待たせしました。失礼いたします。サラダの量がすごくて、ドレッシングも美味しかったです。全部美味しいです。Café. Café. Café. Hot small.とっても美味しいです。ランチとしてこうボリュームもあってしょっぱいマフィンを選んだんですけど、中に入ってるレンコンの歯ごたえがあるし罪悪感なく食べれるっていう感じでとっても美味しかったです。ゆいちゃんにかかるよ。
ょっとみたらしっぽい感じで。文字。ありがとうございます。ローストしたかぼちゃを潰してニンニク、マスタード、マヨネーズとかで和えたかぼちゃサラダにローストしたベーコンが中に入ってます。レンコンのきんぴらになります。青さバターっていうのを中にも入れて上にも乗せるんですけど、かぼちゃとナスとしいたけが、鶏ひき肉が中に入ってます。大学芋です。美味しいほどではないんですけど、八角の香りが。カリフラワーとチョリソーのペペロンになります。上です。こんな感じで大きさ変えてます。
芯の形のキャロットケーキもなかなかない。自分が食べて美味しいって思わないものは出してないです。もともとそのお菓子作りが楽しいって言ってお家でやってた時も見て見てっていう感覚でみんなにあげてたので、ここは変わらずにお客様とも共有できたら嬉しいなと思ってます。ちゃんと今日マスカラ塗ってきたからほら本当だ、バチ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 。土台の中にオレンジの皮が入ってるんですけど、それがタルトの土台になってます。ミルクチョコレートとビターなチョコレートを使ってるので、お子様でも大人の方でも食べれるように作ってます。
中之島が梨農家さんで有名なんですけど、その梨農家さんでやってもらって。お店で一番人気商品は何ですか？ショートケーキタルトですね。今だと桃です。人気なのはイチゴが出てる冬がやっぱり一番人気です。
今年からなんですけど、結構何度も買いに来てくださる方が多くなり、リピーターが多いですね。その形がフランボワーズの形。ジオですね。地元が石川県なので、なんかそういったものを使いたいなっていうのはずっと思ってて、実家はちょっと能登ではないんですけど、内灘町っていうところなんですけど、父親の家はちょっとひどくなってましたね。もう今月壊すって言ってたんで。
応援っていうのはなんかおこがましいですけど、ただ僕が使いたいなと。冬のショートケーキもいちごなんですけど、いちごをハートにカットしたのを見せたりしてました。お二人がパティシエになろうと思ったきっかけは何ですか？ケーキが食べるのが好きだから作りたいなと思ってちっちゃい頃からケーキ作ってたので、ケーキを作る仕事ができたらなって思って僕も食べることが好きだったので、東京の学校を探してて、今の妻がもう一緒にいる学校に入りました。同じクラスだったとかですか？前の後ろの席でした。前後の席だったんですね。名前順で出会ってからもう17年か。17年。すごいですね。そう考えると強いです。こだわりポイントは何ですか？フルーツ選べるんですけど、色が鮮やかなものを揃えるようにしてます。マンゴーも完熟してなかったらもっと白いので、そういうのは使わないようにしてます。前働いてたところの先輩がピザみたいなタルト作ったら面白いんじゃない
で奥さんに話したらやってみたらいいんじゃないっていう、色が綺麗だね。お客さんからはどんな声がありますか？やっぱり綺麗だねっていうのは言われますね。あとお客さんがフルーツ選べるので苦手なものをなくすこともできる。秋になったらイチジク、あと洋梨とかも入ってきますね。クォーターにするとちょっと乗せすぎちゃうところもありますね。誰かに持ってくとかね。こうプレゼントでね、プレゼント配れるみたいで選ぶ人が多いです。投稿するのは新商品が出たり、フェアやったりとかの時で、ストーリーは営業日は毎日上げてます。インスタグラム見て来られたお客様もいらっしゃいましたか？結構いますね。特に新商品出た時はそれを狙って買いに来てくれる方はいつも毎回いますね。漬け込むし。
さっきの固まってるので2層で、このムースで3層目で。こんにちは。お店はいつオープンされたんですか？昨年の1月ですね。まだオープンして1年半ぐらい。開店しようと思ったきっかけは何ですか？私の父がもともとこの地下を使ってお店にしたらいいじゃんっていうのを言ってくださってたので、それと私たちがケーキ屋さんを開きたいっていう思いがあったので、その言葉に甘えてここでお店を開くことになりました。タルトのお店なので、タルトっていうのを最初について分かりやすくしたかったのと、あとバトンっていうのはこのお店の場所が私の父の職場だったので、その父からのバトンを受け継いだっていう意味も込めて、バトンリレーのバトンのような感じでバトンってつけたのと、あとはその後は私たちからお客様への美味しいバトンを届けられたらっていう意味を込めてバトンにしました。あと T のバトンの TT が本当はスペルが T1 個なんですけど2個にしていて、ここを手にしていてバトンタッチというかちょっとつなげてもらって手みたくしました。T が素敵な由来ですね。はい。今後どのようにお見せしていきたいですか？地域の人たちが、少しでも来てもらえるように、いろんな商品を作っていきたいなと思います。タルト以外でもフィナンシェなどギフトとかそういったものにも力を入れていきたいと思います。ありがとうございました。どう使ってるの？ぶどう使ってます。
ロリエの飾り付けで。これもね、その人によってバラバラなんですよ。一緒じゃなくていいかなみたいな。やりやすいですけど難しいです。ブラックベリーがあったらブラックベリーも使うし、ない時はブドウを使うし、これ自由なんですよ。ベリー系のナパージュになります。これも花の指定がないんで、毎回来る花の色が違うんですよ。どのお菓子にどの色が合うのか、それも自由なので、その人の感性によるところが結構多いですね。
言うとなんですかね。これ難しいな。フレンチとか行っても料理人が作るやつって料理に見えないぐらい綺麗じゃないですか。じゃあそれをタルトの上に表現しましょうよっていう、こういうのでやってた。紅茶はお菓子にならないでオリジナル紅茶を作りました。
当でウェディングケーキ打ち合わせとかデザートビュッフェとか全然違いますね、ケーキの中でも。ケーキの綺麗さ、他のケーキ屋さんとはやっぱ全然違うので、スタイルであったりとか、オーナーが自由な発想なところに惹かれましたね。テイクアウトはできるんですけど、こちらで提供するものが一応旬のもの、その季節のもの。おすすめはこのやっぱりルージュ・アントワネットですね。お酒は大丈夫ですか？こ
ケットはですね、フランス語で一応可愛いっていう意味があるんですけども、あんまり持たせたくなくて、短くて分かりやすい名前、誰でもすぐ言える名前にしようと思ってその名前に決めました。店舗が2つになりまして、ちょっと1人じゃどうにも大変だということで、こちらはこちらでシェフをやってくれる方いらっしゃったので、お願いして2人で考えてるって感じですかね。両店舗とももう今スタッフにいろいろお菓子を考えてもらってて、いずれは自分のフィルターを通すので、他の人の感性とか考え方とかそういうのを大事にしたいなと思って一緒に作ってるっていう感じですね。一言で言うとどんな店だと思いますか？タルトという分野を突き詰めたお店